皆さんおはようございます。今日もスペースアートダンス TV でエナジー全開ステップアップしていきましょう。こちらの動画はアイソレーション、ダンス上達の秘訣、コンプリートメニューから首とか頭、こちらを抜き出した解説動画になっています。初心者の方がダンスレッスンに初めて通ったりとか、そして自分で何かを調べていくときに必ずアイソレーションというものに出会うことになると思います。そもそもアイソレーションって一体何なんだろうって考える方もいると思います。アイソレーションは英語なんですけれども、隔離とか孤立したという意味にあたるそうです。ただこの直訳ですとダンスとなかなか頭の中でつながらないと思います。ですので私からお伝えしたいのは、分離をさせる、一つの部位を体から分離させて動かすことがアイソレーションと考えて間違いないと思います。なぜアイソレーションはこんなにも初心者の方から上級者の方まで大事にされているのかというところをご説明していきたいと思います。動画皆さん見られますよね。スマホとかで見る機会も多いと思います。その画質で例えると理解をしやすいと思います。動画を見てるとこの画質綺麗だなとか、ヌルヌルしてスムーズだなと感じることもあると思います。また逆にこの画質悪いなという動画も目にすることがあるんじゃないかなというふうに思います。動画は1枚の写真が連続して映し出されています。大抵の場合、私たちがよく目にするのは1秒間に30枚の写真が流れています。ですので、写真の画質の良さが動画の画質の良さに直結するわけです。そしてその写真の画質の良さを決めるのはピクセルっていうんですけれども、皆さんスマホとかでピンチインとかをすると少しアップになるじゃないですか。その時に画質の悪い写真っていうのは四角になってゲジゲジになると思います。画質のいい写真はピンチインをしてもとても綺麗な状態を保てます。これは画素といって細かい四角がたくさん連なっているほど画質が綺麗だと言われています。できるだけ分かりやすくざっくりと説明しましたけれども、動画の画質の良さっていうのは今のような仕組みで出来上がっていると考えてください。今の説明をダンスに例えてみます。まずダンスを踊ることというのは動画になります。そしてダンスはポジションとポジションをつなぐ連続動作なので、これは写真にあたります。そしてそのポーズの良さを決めるのは一つ一つの部位、つまり分離されたアイソレーションの形によって構成されます。このアイソレーションというのが画素に当たると考えていいわけですね。つまり私たちはダンスが上手くなりたいという共通の目的がありますので、必ずアイソレーション、つまり画素を上げて動画をきれいに見せたい、アイソレーションを高めてダンスをうまくスムーズに流れよく見せたい、こういうことにつながっていくわけです。そのためには画素数を上げたいよね、つまりアイソレーションがうまくなりたいよねというところに考え方がつながっていくわけです。このアイソレーションの質を高める、深める、これは絶対にダンスにおいては欠かせない上達への秘訣となっています。イントロからだいぶ長い説明になってしまって恐縮です。ただこれってなかなかお話を聞く機会がないと思いますし、ダンスレッスンにおいてはこんなに長い説明を省いてレッスンを実施することを優先していることが多いので、今回この動画をきっかけに説明を長いんですけどもさせていただきました。インストラクターの方々も生徒さんをうまくするためにどうしても説明をしたいんだけれどもレッスン内ではできない、結構インストラクターあるあるなんですよね。この動画を参考に皆さんの理解が深まれば嬉しいです。少し説明が長くなってしまいましたが、こちら本当に大事な知識となっていますので、ぜひ頭の中に入れて実施を繰り返していってほしいと思います。お待たせしました。やっとこれでメニューに移れます。頭と首、こちらのアイソレーションの投資動画を見ていきましょう。それではいきます。5、6、7、レッツゴー。
それでは今回のメニューを解説していきます。今回はポジションの説明はもちろんなんですが、ポジションとポジションをつなぐ軌道についてのお話もしっかりとしていきますので、理解を深めてください。まずはノーマルポジションについて説明をしていきます。ノーマルポジション、単純に言うと気をつけの形ですね。まずは気をつけしてって意外とねこれ習ったことがないなっていうことが、僕も気づいたんですけれども、まず気をつけ、足のつま先とかかとはしっかりと揃ってますかっていう話ですね。つま先とかかとはしっかりと揃えた上で少しつま先に重心を前に倒していくといいと思います。そうすることによって少しお尻の筋肉が力が入っていくのが分かると思います。同時に2本の足を1本にするようにギューッと中に押し込んでいきます。合わせていく感じですね。そうすると下半身がかなり安定してブレがなくなっていきます。お尻までできました。次です。お腹をへこませます。お腹をへこませると肋骨まで上がるようになります。お腹をへこませて肋骨まで上げちゃいます。この時に肩をすくませてしまう人がいるんですけれども、肋骨を上げる、そして肩甲骨を落とす、肋骨 vs 肩甲骨みたいなイメージで上下に圧縮してあげる感じですね。これでかなり背骨周りもしっかりと安定するようになります。お尻の力、腹筋、肩甲骨周り、これが固まりましたと。そしたら最後に首をスッと伸ばしてあげる。今回はこの形が肩幅程度、これを今回のノーマルポジションとさせてもらいます。ちょっと横向きで、ノーマルポジションを確認していきましょう。最初は足を閉じた方が分かりやすいと思います。つま先とかかとは揃っていますか？しっかりとつま先に体重を乗せましょう。お尻に力が入ったのを確認したら2本の足を1本に、お腹をへこませます。肋骨を上げちゃいます。肩が下がります。首を長く見せます。この状態を覚えたら肩幅程度に立つ。今回はこれをノーマルポジションとします。首の可動についてのお話をします。首ってすごく面白い可動をするところで、首はまず前に傾けること、前に傾けることですね。次、後ろに傾けること、右左、この傾けるという行為があります。もちろん斜めにもあるんですけど、今回は初心者用ということなんで前後左右の4箇所、本当は首はスライドしても動くんですね。横向きになって横向きになってスライド、後ろにスライドさせる、横にスライドさせる、こういうアイソレーションもあるんですけれども、今回は頻度の高い、もしくはこの首の筋肉がつきやすい初心者や入門者でも取り組みやすいということで、傾ける、この4つのポジションを使ってメニューを作っていきたいと思います。4つのポジションは確認できたと思います。確認すると、前、横、横、後ろ、この4箇所ですね。これをつないでいきます。ノーマルポジションである真ん中から、例えば前に行くよっていう時に真ん中から前に傾ける、この軌道が生まれますね。真ん中から前に傾ける、この軌道に対してできるだけ軌道を見せないように早く動かす。そしてエンドポジション、終わるところのポジションでしっかりとストップさせる、こういうイメージですね。今回の軌道はこのストップを使った速い軌道、これを意識して練習をするようにします。今回の最後のポイントについて解説します。実施部位、今回の場合は首になりますけれども、首がじゃあ例えば横に傾いているよ、アイソレーションっていうのはここの首だけを分離するよっていうことが意味だということはお伝えしました。なのでここで首が横に行った時に左の肩が代償動作を起こして引っ張られてしまうと、これは分離をしていないということになってしまいますよね。なので肩のポジションはこのノーマルポジションで決まった位置から動かないように首を傾ける必要があります。反対も同じですね。こっちの肩に代償動作が起こりやすいので、ここに移動をするようにします。前後も同じ考えです。これがダメなパターンです。後ろです。これがダメなパターンです。
こういうことですね。自分ができてるかなどうかなっていうのを考えた時になかなか自分で判断するのが難しいと思います。もちろん写真とか動画を撮れればそれがベストなんですけれども、必ずここの肩を動かさないように首を傾けていくと、縮まっている首と伸びている首、これが必ず分かれます。前後でも同じです。後ろに傾けた時はこっちが縮まってこっちが伸びている状態になりますね。必ず伸びてる方が伸びてるなっていう筋肉の肌の伸びを感じるようにすると代償動作が起こっていないことが多いので、それを目安にするといいと思います。これでポージングとか軌道とか、ちょっとしたコツのお話はおしまいになります。はい、それでは今回のメニューの流れの方を確認していきたいと思います。今回は5つのパートから順番に流れていきます。では1つずつ確認していきましょう。当然準備は何度も言ってますけれどもノーマルポジションになります。最初の流れは首の前後です。真ん中ノーマルポジションでスタートしたら1カウントずつ前真ん中後ろ真ん中、これを 2A と行っていきます。1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8、これが1パート目になります。2パート目に行きます。2パート目は最後が1パート目の終わり、後ろから前に戻ってきてノーマルポジションに戻っているはずです。次は右から傾けていきます。皆さんは動画で見ているので左からスタートしてもらって私を鏡のように扱ってもらっても構いません。私の方は右からスタートします。右、そして真ん中、これを1カウントずつですね。次は左真ん中、これを 2A と繰り返します。1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8、はい、ここまでで2パート目が終わりになります。次です。3パート目になります。3パート目はボックスといって今の4つのポジションを前横後ろ横前、ダイヤモンド型に直線的につないでいくという動きになります。こういう形になりますね。最後2パート目が傾けたところからノーマルポジションに戻ってきて終わっています。ここから前横後ろ左、これで1カウントずつ5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8、このボックスを1-8ずつ片方の回転、2-8目は反対の回転、これで2-8実施してください。これで3パート目はおしまいになります。次です。4パート目になります。4パート目は今のダイヤモンド型を滑らかに円でつないでいくロールという動きになります。首で行うのでヘッドロールしましょうっていうふうにレッスンで言ったりとかすることもあります。ではロールです。最後ボックスの終わりが前になっています。その回転してきた方向にそのまま行っちゃった方が楽だと思いますので、こっちから今回転をしてきたのでここからロールつないでいきましょう。4カウントで1回転です。いきます。1 2 3 4、2周目いっちゃいます。5 6 7 8、3周目は反対に回してください。2 2 3 4 5 6 7 8、確認します。ボックスが回って終わってきた方の回転からそのまま4カウント、2周回したら反対になります。これで4パート目がおしまいになります。それでは最後5パート目になりますけども、この5パート目は僕たちはエンカウントボックスって言ってエンドカウントボックス、要点を説明するとロールプラス
エンドカウントでボックスを行いましょうという流れになります。これが結構難しいと思います。今ロールが回ってきたよで終わってるのが4パート目だと思います。こっちから回ってきたよ、反対側に4カウントまた回します。1、2、3、4。そしたら今度は2カウントロールを回します。1、2、3、4、5、6。6で前で倒して終わってください。そこからエンドカウントで5、6、7、8。こういうふうに早くボックスを行うというだけです。そしたら今度は反対側に行きますね。1、2、3、4、5、6、7、8。最後だけ急に難易度が上がるので、体がぶれないように首だけ分離して動かせるようにということになります。もう一度5パート目だけ確認しておきましょうか。ロールが終わってきたのと反対側に1、2、3、4、5、6、7、8。反対に1、2、3、4、5、6、7、8。これで全てのメニューの流れが終わりになります。それでは Tips コーナーに移っていきたいと思います。皆さんが意識をした方がいいポイントや、自分がどんな効果があってこの練習をするのかということを、いろいろコツみたいなところをシェアしていきたいと思います。まず一つ目なんですけれども、アイソレーション、何度も言いますけれども、分離が大事になってきます。この分離をしているかどうかというのは、先ほどもお話が出たように、首のですね、何て言うんですか、可動をした時に自分がちゃんと正しく分離できているのかというのを判断する基準が非常に難しいと思います。一番は動画とかを撮影するのが一番いいと思うんですけれども、必ず首を傾けた時は短くなる首と伸びる首があります。この伸びる首のこの部分ですね、この筋をしっかりと伸ばしてあげることがすごく大事になります。ノーマルポジションでキープしている。そして首の場合だと肩や胸に代償動作が起こりやすくなってしまうので、肩をキープしたいです。分離するために。そのためにここの首筋を伸ばしていく、この意識ができるようになると素晴らしいアイソレーションになっていくと思います。反対はこちらですね。前後も確認しておきましょうか。前に傾けた時は後ろが伸びる筋肉になるので、ここですね。イメージとしては首の下の部分、この辺の筋肉が伸びるようなイメージになります。後ろも確認しておきましょう。後ろの場合はこの喉のところが伸びていきます。これが間違ってると後ろに行ってしまうので、胸はキープしたままで、この辺の筋肉が筋が伸びている、そんなイメージになると思います。これが自分が分離できているかどうかを判断するポイントになります。それでは次はロールの時の注意ポイントをいくつか説明したいと思います。ロールっていうのはボックスのダイヤモンドの形を滑らかに円でつなげていくということは先ほど説明しました。このショートカットをする人が非常に多いんですね。ダイヤモンド型になっているここからここの線を滑らかにつなげたいんだけど、ここが速くなってしまってガジ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 とした円の動きになってしまう。ちょっとやってみますね。ロールをしてみます。今ちょっとカクカクっとしたようなのが見えたと思います。これをですね、自分の先ほど代償動作の話や筋の伸ばし方の話をしたと思いますが、それがだんだん移っていくようなイメージにすると綺麗なロールになってきます。下を向いている時は後ろでしたね。伸びてる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 、このように伸ばす筋をだんだんこうロール移していく。実際は頭の回転と反対方向に筋が伸びていくっていう形になるんですけれども、そうですね、回転が反対になるんですけれども、これもだんだん慣れていけば頭の意識ができるようになっていくと思います。筋を伸ばすね、伸ばすんだけど、その筋の伸ばし方が移動していくんだ、こんなことを考えながらロール時のショートカットに気をつけて練習をしてみてください。
それでは私がこれまで教えてきた中でいろいろなアイソレーションがマスターできないよっていう失敗例なんかも交えながらちょっとお伝えしたいと思います。ですね、大前提としてこの分離をさせるために自分の体の直線一本の芯を通していることがすごく大事になります。ノーマルポジションをキープしましょうというお話ですね。で、ノーマルポジションっていうのはしっかりと2本の足をしっかりと真ん中に寄せることで下半身を安定させる。腹筋をしっかりと固めることで上半身も固めて、そこから分離させていくっていうことだったと思います。そしてこれがですね、首が例えばですよ、横に行く時にここの大小動作は起こっていないのだが下半身が緩んでしまうので下半身がこっちに行ってしまうっていうケースも結構見受けられるケースなんですね。なので必ずお尻の筋肉と太ももの内側内転筋の筋肉っていうのを固めることによってかなり体が安定するようになります。これが、首だとなかなかバランスは崩さないんですけれども、他に胸だったりとか腰の部位に行くと体を動かした時にバランスを崩してしまうっていう人もいるので、内転筋、お尻、そしてお腹の筋肉を固めながらやるっていうことは大前提として練習をするようにしてください。最後にポジションのお話をしたいと思います。体の作りは同じなんですけれども個人個人で差があります。可動範囲に差があると思ってください。例えば柔らかい人であればたくさん、僕はちょっと硬い方なのでちょっと今大小動作を起こしてしまいますけども、ここから柔らかい人であればここまでいけるよ、肩はここでキープできるよっていう人もいれば、硬いのでここまでしかいかないんですっていう人も中にはいるんですね。なんですけれども大小動作を起こさない、そして自分の中で最大の範囲でやるっていうことをお勧めします。なぜかというと振り付けの中ではこの首のニュアンスとかっていうのはフルで使うことは実はほとんどないんですね。ただ自分の正しい位置を知った上でこれが 100% いきましたよね。 100% を余裕を持って70% とか 80% でやることによって少し意識が余裕が出ますよね。余裕が出た分がパフォーマンス力につながるんですね。ですので 70%、80% で練習している人がいきなり振り付けでそこでやろうとするとなかなかパフォーマンス力につながらないことがあります。ですので練習の時、基礎練習の時は 100% の可動範囲で行う。そして振り付けになったら少し緩めても見せられるような工夫をしていく。これがおすすめの練習方法になります。はい、それでは今日の解説動画のまとめとして皆さんと一緒に最後に1回メニューの投資を見ていきましょう。今日 Tips コーナーだったりとか解説でいろいろアドバイスしたことを意識して実施できるといいと思います。それではやってみましょう。さあ皆さんいかがだったでしょうか。初心者のうちはなかなか感覚がつかめずに悩んでしまうことも多いと思うんですけれども、毎日コツコツやってると少しずつ上達してきてさらに上手くなりたい欲求っていうのが出てくるんですね。よく個性のある人をこの人フレーバーがあるな、フレーバーってその人独特の臭みみたいなことを言うんですけれども、その人が好き放題踊ってるからフレーバーが出てるというよりは、よくよく分析してみるとその人のアイソレーションの使い方にすごく特徴があって、正しいアイソレーションから少し崩した形でやったりしていることが多いんですね。それがその人の魅力につながっていることが非常によく見られます。今回は頭を動かす首の関節を使ったメニューになっていますけれども、こうした魅力的なダンサーの人たちっていうのは頭とか首の置き方だけではなくて顎の位置だったりとか、もちろん目線だったりとかまで工夫をして自分自身がずば抜けて魅力的に見えるっていう見せ方を知っていることが多いように感じます。
初心者のうちは大は小を兼ねるっていう言葉もあるぐらいですので、まずは可動範囲を最大で動かすことを意識してみてください。もしあなたが経験者で少しこういったことが物足りないなと感じる人は、わざと最大の出力ではなくて 50% ぐらいの力でやってみることをお勧めします。そうすると自分の中で物足りないなっていうだけではなくて、もしそこに鏡があったり動画で撮ってみた自分を見ると少しかっこ悪く見えるような印象になると思うんですね。でそれが力を抜くだけっていうお話になっていて、力を抜くプラス余裕が出た部分にパフォーマンスをプラスするっていうことができるようになってくるような練習をすると、上達への近道だったりとか、より実践的な練習ができるようになってくると思います。僕が尊敬する女性ジャズダンサーがいるんですけれども、その人が、もうずいぶん昔の話になりますけど、髪の毛がロングだったんですね。もう肩甲骨よりも下ぐらい長い方だったんですけれども、その人がある時にバサッと肩よりも短いショートカットにしてきたことがあって、僕は何の気なしにコミュニケーションの一つとして「とても似合うね、短くしたんだね」なんていうお話をしたことがあります。その返答に僕はすごく衝撃を受けてしまって、その返答がそうなの、私髪切ったのと。でそれで、全て頭のアイソレーションのニュアンスを変えていかなきゃいけないから大変だわっていう返答をもらったんですね。それが僕の中ですごく衝撃的で、アイソレーションをする、つまり首をこうやって傾けたりする動きで髪のなびき方っていうのが変わりますよね。それのニュアンスを自分の髪型によって微調整していく必要があるっていうことを言ってるんですね。そういったところまでこだわってる人だから、この人すごく上手くなるんだろうなっていうのを、まだまだペーペーだった僕はすごく影響を受けて、アイソレーションの魅力にはまるのに一つのストーリーとしてすごく頭の中で印象に残ってます。他にもいくつかアイソレーションが好きな理由はあるんですけれども、今言った一例も含めて僕はすごく大好きなアイソレーションを振り付けに入れることがすごく多いんですけれども、本当にいつも実感するのはアイソレーションの精度がやっぱりダンスの幅を広げたり表現の幅を広げるっていうのはすごく感じているので、ぜひ皆さんにもこの魅力をしっかりと知ってもらった上で、練習を日々積み重ねていってほしいなというふうに思っています。今日のアイソレーション、頭と首編、これもブログにしていますので、テキストで見たり写真でしっかりとゆっくりと自分のペースで見たいよっていう人はそちらの方も参考にしてくれればいいかなと思います。あとは、他にも肩だったりとか胸だったりとか腰、こちらアイソレーションシリーズとしていくつか動画を上げていますので、そちらの方もぜひご視聴いただければ嬉しいです。さあ、長い間ご視聴いただきありがとうございます。スペースアートダンス TV では皆さんがエナジーあふれるダンスライフを日々送れるように動画制作、コンテンツを工夫して制作してまいりますので、ぜひご視聴応援のほどよろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。